こんにちは。こんにちは。今回は運命の人、ソウルメイト、ツインレイが制限になることがある？です。運命の人、ソウルメイト、ツインレイってなんかロマンがない？運命だったらいろんなこと乗り越えられそうじゃん。そうだよね。ソウルメイトもいいよね。ソウルメイトとツインレイの違いってなんだろう？深いつながりのある人を意味する点では同じだけど、ソウルメイトは何人もいて、ツインレイは一人しかいないって感じじゃないでしょうかね。詳しくは Google 先生に譲りますけど。なるほど。で、先日ツインレイとお別れして新しい彼氏ができたという M さんがご連絡くださったんですね。で、ツインレイとお別れし、今違う人がいるわけだから、ツインレイと思ってた彼についてどう思ってんだろうって疑問になったので、いろいろと教えてもらったんですよ。で、ちょっとその話を中心にね、今回の動画してみたいと思います。はい。ご報告してくださった方は M さんでしたね。はい。ツインレイの彼とはどんな感じでお付き合いしてたんですか？はい。M さんは当時、バーを切り盛りしていたそうで、そこにお客様としてやってきたのが彼だったそうです。お互い惹かれ合ったのも確信し、バーの行事が何度かあったので、会うことも増え、その後4ヶ月ぐらいお付き合いしました。なるほど。それまで彼は別の人と暮らしていたそうですが、その人といろいろあったものの、M さんのところに転がり込んできて一緒に住むようになったっていう経緯があるようですね。そうなんですね。M さんはどんなところがツインレイだと思ったんですかね？こんな風におっしゃってますね。同じ年で同じ誕生日月でした。複雑な兄弟構成、複雑な家庭環境の実情が似ていました。さらに、落ち着きがない、忘れ物が多い、話も飛んで2点3点すると言われる気質もほぼ一緒でした。ツインレイなどを知らない友達からも、手の形が似ていると、2人の写真を見せるだけで唐突に言われるほどで、足の爪の形や切除したけれども、もともとあったほくろの場所、匂い、居心地の良さ、幼少期からの習い事がピアノやバスケットだったことも一緒でした。何もかもが一緒すぎて怖いぐらいでした。なので、すぐにツインレイという言葉が頭に浮かびました。彼が飼っていた愛犬と一緒に住み始めたのですが、別れた後はワンちゃんが夢に出るほどに恋しすぎて、自分でも同じ犬種の女の子のワンちゃんを飼い始めたのですが、その愛犬の顔がツインレイの彼の愛犬とそっくりなのです。愛犬さえも似るのかと思いました。すごいね。これっていろんな共通点があるってことだよね。そうですよね。でも別れてしまったんですね。彼以上にイケメンで背が高くて見た目も中身も一番大好きで愛せる人は絶対に死んでも現れないと思っていました。人生で一番苦しかった恋愛が終わり、それが終わってしまったことでも悲しみで、体に鉛が取り付いたような日々で苦しみ、そのぐちゃぐちゃな思いのまま YouTube のコメントに相談をさせていただいたところ、ご丁寧にめぐるさんから返信をいただきました。はい。どんな相談をされたんですか？それがですね、もうそのコメントは M さん自身が削除したそうで、残ってないんですけれども、こんな風に覚えてることをお伝えしてくれました。私は歴代の彼氏が自他ともに認めるイケメンが多く、ツインレイの彼はその中でも今までにいないくらいにとんでもなくイケメン高身長だったので、どこの誰が見てもかっこいいから、別れてからもモテてるだろうし、女関係も絶えないだろうし、もう無理なんじゃないかと嘆く心情を書き込んだんです。それに対してめぐるさんは、私から見たらイケメンなだけで、周りから見たらそこまででもないことはよくあります。その余計な思考は切り捨ててくださいというようなお言葉で、確かに
と思って心がスッと軽くなり、すごく刺さったことが印象的です。自分にとってはイケメンでも周りから見たらそこまででもないことはよくある。まあでもそうですよね。はい。彼にどうしてもなっている時期だなと思ったので、ちょっと俯瞰で見てみることもできるよっていうことをお伝えしたかったんじゃないんですかね、多分ね。はい、そうでしょうね。で、M さんはその後彼氏ができたんですよね。はい。20歳近く年上の彼ができて、で、その方とはお別れしたものの今でも良好な友人関係が続いているそうです。それで、最近付き合い始めた彼ですよ。犬も OK のカフェの店員さんだったそうなんですね。思い立った日に愛犬を連れてカフェに行くたびに仲良くなりました。超イケメンで超優しい最高すぎる年下の彼とのお付き合いは、溺愛され、心身ともに健やかで心から幸せいっぱいの毎日を送っています。めちゃくちゃ幸せそうだね。よかったね。おめでとうございます。おめでとうございます。で、M さん、これ以上のイケメンとは出会えないと思ってたけど、さらなるイケメンに会えたわけじゃないですか。だから、今振り返ってツインレイの彼のことをどう思うか聞いてみたんですね。はい、気になりますね。ツインレイとは思わなくなっちゃったのかな。いえ、こういうお返事でした。今でもツインレイだとは思っています。でも今は自分を成長させてくれた良きパートナーみたいな感覚でいます。狂ったように好きで心身が憔悴して仕事を辞めてしまうほど苦しいぐらいだったのに、その恋愛感情も今はすっかりなくなり、時々元気にしてるかなと彼の SNS を見たりはしますが、また一緒になりたいという感覚でも恋愛感情でもない形ですね。すごい。魂の片割れと思う気持ちは変わらないけど、だからといって恋愛感情になるわけでもないっていう感覚に変わったんだね。そうですね。もちろん M さんのは一例に過ぎませんけれど、ツインレイだと思って付き合ったその後って気になっていたので、何が何でも彼とまた付き合わないとってなる人もいるでしょうけど、M さんのように、違った形で捉えられる人もいるんだなって思いましたね。本当だね。あと M さんね、こうもおっしゃってたんですね。茨の道の度が過ぎていたからこそ、これは完全に世間でいうツインレイだと思い、同時に降りかかる苦しみから逃れたい一心で、狂ったように四六時中ツインレイについて YouTube、ネットやインスタグラム、あらゆる SNS を使って調べていました。自分の状況を納得したい一心で、この恋は本物だし間違っていないということを腑に落とそうっていうことにもとらわれていて、だから SNS のツインレイ情報はある意味薬のような心の安定剤にもなっていました。なんかこれわかるね。自分にとって辛い恋愛だったら、それを納得させる理由が欲しくなるっていう気持ちはすごくわかります。わかりますね。めぐるも彼に納得できないとき、彼をなんとか症候群とか病気に仕立て上げたりしてましたからね。これは過去動画で確か言ってるんですけど。はい、そうなんだよね。自分の置かれた状況に対して納得したいんだよね。M さんはツインレイということについて様々調べて救われてもいたわけじゃないですか。はいはい。だからそれはそれでありなんですよね。大ありですよ。そもそもツインレイは自分がツインレイだと思えばツインレイなんだからそれでいいんですよ。ただ、よくこのお話をするときにお伝えしているんですけれど、ソウルメイトとか運命の人とかツインレイとかね、その言葉自体にはロマンがあるし、実際そうなのかもしれないんだけれど、だから私の恋は叶いにくいって叶わない条件付けにして延々となかなか叶わない私でいる人は多く見かけるんですね。だからそこはそうじゃなくて、どんなんだろうがさっさと叶っていいよとは思いますけどね。そうだよね。
うん。ツインレイって茨とか難しいがセットになっちゃう人も多いのかもしれないね。うん、そうですね。M さん、ツインレイについてさらにこんなこともおっしゃってるんですね。ツインレイの彼のことは今でもツインレイと思っていますが、ツインレイという言葉で何とか支えられていたことも事実だと思っています。ツインレイ情報を見るたびに少しずつ感じ始めていたことは、ツインレイと思える人に出会えた誇らしさを実感できたと同時に、こんなことに浸ってばっかりで情けないという気持ちもありました。ツインレイに必要以上に嘆いたり、囚われたり、心をそれだけに染められるのは、なんだか不健康だなぁと思うことがたびたびありました。その意味では、ツインレイという言葉や存在は、薬でもあり、毒でもある。そんな感覚ですね。薬でもあり、毒でもある。これは M さんが体験して本当にそう思えるんだろうね。お話を聞いていたらよくわかりますね。本当ですね。あとこれは少しツインレイから離れるかもしれませんが、こう感じたそうです。目の前の景色のすべてがツインレイのその人ばっかりに染められるよりは、今をちゃんと生きて仕事や打ち込めることなど、目の前の大事なことをきちんとやっていきたいと思ったんです。それから愛犬、家族、友達など、私を支えてくれる人がいっぱいいることに目を向け、周りにもっと感謝をして一生懸命生きようと、そう気づきました。すごいね。ツインレイの彼でお付き合い自体は大変だったりしたからこそ、いろんな気づきを得たっていうことだね。そう思います。今回はちょっと M さんの体験談を拝借しながらお伝えしましたけれど、ツインレイの彼だろうが、ソウルメイトの彼だろうが、運命の彼だろうが、それはそれで全然構わないけど、とにかくだから叶いにくいとか、叶えない条件付けにはしないでさっさとくっついてほしいっていうのはちょっと重ねていっておきたいと思います。はい、そうだよね。あと M さんの体験によってツインレイの彼と別れたその後っていうのも明るい兆しがいっぱいっていうことも分かりましたね。そうですね。はい、M さんありがとうございました。ありがとうございます。というわけで今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。